こんにちは、みすずです。今日は豚こまボールとナスのトマト煮込みをご紹介します。薄切り肉や細切れ肉をくるっと丸めるだけのミートボール。こちらをトマトで煮込んでいきます。材料はこちら。今回はバラ切り落としを使ってますが、その他、細切れでもロース薄切りでも何でもいいのでお好きなものでどうぞ。では作り方です。まずはトマトを切りましょう。トマト4個。以前の動画でご紹介したモニターでいただいた岐阜県産のトマトです。4キロいただいたのでちょっと早めに使い切りたくって今回はトマト煮込みにしていきます。角切りしましょう。ヘタを取って細かく刻みます。皮は今回剥いてませんが、剥いてあげた方が綺麗な仕上がりになります。お好みで皮は剥いてください。ニンニクを切ります。ニンニクは 1,2 片、今回は大きいものだったので1片使用しています。皮を剥いて芯を取ってみじん切りにしましょう。玉ねぎを切ります。玉ねぎは4分の1個使用しています。みじん切りにします。ミートボールを作ります。豚切り落としを 700g 使用しています。全体に塩を振って 2,3 枚ずつ取ってキュキュッと丸めてください。細切れを使う場合は大きいものちっちゃいものとあると思うので、ちっちゃいものを中に大きいもので外側を覆ってあげるような感じで丸めると綺麗に仕上がりますよ。接着剤代わりで周りに粉をまぶします。玄米粉を使ってますが、薄力粉、米粉、片栗粉など何でも OK です。では焼いていきましょう。フライパンでこのまま煮込んでいくのでちょっと大きめのフライパン使ってあげてください。熱して油を入れてミートボールを並べ入れて焼きます。これは豚バラなので結構油が出てきます。出てきた油は全部破棄しましょう。焼き色がついたら向きを変えて全体をこんがりと焼いていきます。豚こまボールは薄切り肉が何枚も重なっているので中まで火が通るのにちょっと時間かかります。まずは周りだけ焼いてもらって一旦取り出してください。出た油がいっぱいあるのでこちらは破棄して一旦フライパンをきれいにします。ニンニクを加えて玉ねぎを加えます。中火でざっと炒めます。ほんのり茶色くなるまで炒めます。焦げ付きそうな場合は分量外のお水をジャッと加えてこびりつきをお水でこそげ取りながら炒めてあげてください。こんな感じでなんとなく茶色くなったらミートボールを戻し入れます。ミートボールと玉ねぎをざっと炒め合わせます。赤ワインを 75cc 加えてざっとひと煮立ちしたら蓋をします。これでミートボールの中まで火を入れていきます。3から5分ほどですね、弱火で煮込みます。その間にナスを切りましょう。ナスは2本ヘタを取って乱切りにします。ナス1本につき塩1つまみなので2本なので2つまみですね。塩を切り口に振ってこのまましばらく置きます。ミートボールの鍋に戻りましょう。お肉に中まで火が通ったら全体ざっと混ぜてトマトを加えます。割ったローリエとクローブ、あとお塩を加えて全体をざっと混ぜてそのまま蓋をせずに煮詰めていきます。トマトが崩れてジュース状になってこんな感じですね。だいぶ水分が出てきました。もうちょっと煮込んであげたいです。この間にナスを焼きましょう。先ほど塩を振ったナスはお水が出てきているので厚手のペーパーでしっかりと拭きます。拭いてから焼いていきます。別のフライパンを熱して油を入れてナスを焼いていきます。焼き色がついたら向きを変えて全面が焼けたら一旦取り出します。ミートボールの鍋に戻りましょう。だいぶトマトが崩れてきました。最後に先ほど焼いたナスを加えて全体をざっと混ぜます。味を見て足りなかったらお塩足してください。これで完成です。器に盛りましょう。
パセリのみじん切りを散らして、お好みで胡椒ガリガリ振ってあげてください。またここにカレー粉を加えてミートボールとナスのカレーにしても美味しいですよ。最後まで見てくださりありがとうございました。夏に美味しいトマト煮込み、ナス入りのミートボールの煮込みです。ぜひぜひお試しください。詳しいレシピはブログにも書きますので、そちらも見てくださると嬉しいです。ではまた。作ってみたいと思ったらぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。このチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています。詳しいレシピはすべてブログに書いてあります。また見に来てくださると嬉しいです。Twitter、Instagram、TikTok なんかもやってます。こちらもぜひ覗いてみてね。それではまた。